ビットコインがついに史上最高値を更新しました。ですが、それだけでは終わりません。今日は暗号資産市場にとって見逃せない5つの重要な動きがありました。おはようございます。桜井です。この動画ではビットコインの最新の値動きからイーサリアム、リップル、そしてアメリカの仮想通貨政策まで今後の投資判断に直結する情報をわかりやすく解説します。投資をしているならこれは知っておいた方がいいと思える内容だけを厳選していますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはビットコインです。ビットコインは5月21日に史上最高値を更新しました。価格は11万1000ドルを超え、これまでの記録を大きく塗り替えました。この動きを報じたロイターは、1月の高値を超えたと伝えており、ビットコイン市場が再び活気づいていることがわかります。一方で CNBC はこの急騰の直後に短期的な価格の下落も発生したと報じています。急激な上昇に対して一部の投資家が利益確定に動いたことが原因と考えられます。背景にはアメリカで承認されたビットコイン ETF への資金流入が加速していることがあると指摘されています。これにより機関投資家からの需要が一段と高まり、市場全体の買い圧力が強まっているとされています。さらにアメリカと中国の貿易摩擦が一時的に緩和されたことも安心材料として働いたとコインテレグラフが報じています。このように価格の上昇には複数の要因が絡んでいますが、いずれもビットコインの長期的な成長ストーリーを裏付ける材料になっています。では次に紹介するのはイーサリアムの動きです。現在イーサは2500ドル前後で安定して推移しています。FX ストリートによると、売り圧力があるにもかかわらず、買い支えが入り、価格が崩れにくい状況が続いています。コインテレグラフは、オンチェーンデータをもとにイーサリアムを保有している投資家の多くが、再び含み益の状態に戻っていると報じています。これは投資家心理にとって非常にポジティブな材料です。さらに注目なのが ETF 関連のニュースです。U-Today によると、イーサリアムの ETF にも資金が流入しており、これは機関投資家の関心が高まっている証拠とも言えます。そしてバイナンスの投稿では、イーサリアムの年末の目標価格として6000ドルを想定しているトレーダーが増えていると伝えられています。これはオプション市場での縦玉が強気に傾いていることを示しています。このように価格が落ち着いている中でもイーサリアムは着実に買われており、長期的な強気相場の継続が意識されています。ここで注目すべきニュースが飛び込んできました。ザ・クリプト・ベーシックによると、リップルがステーブルコイン USDC の発行元であるサークルの買収を検討している可能性があるとのことです。この情報が事実であれば XRP と USDC という2つの巨大プレイヤーが連携することになり、ステーブルコイン市場にとって非常に大きな意味を持ちます。U-Today はこの動きが仮想通貨市場全体に大きな地殻変動をもたらす可能性があると報じています。一方で著名な弁護士は、もし買収が実現すればクリプトアポカリプス、つまり暗号資産の秩序が大きく揺らぐリスクもあると警鐘を鳴らしています。ただし現時点では買収はあくまで検討段階とされています。まだ確定ではありませんが、もし進展があれば今後の仮想通貨市場のパワーバランスが大きく変わることは間違いないでしょう。では次はアメリカの仮想通貨政策に関する動きです。トランプ陣営が仮想通貨に対してどのような姿勢を見せているのか、最新の情報を見ていきましょう。まずは CNBC によると、トランプ大統領の陣営では仮想通貨に対して積極的な姿勢を見せています。特に注目されたのはトランプ側近による発言です。ステーブルコイン法案を解体することで財務省に数兆ドル規模の資金が流入する可能性があるという内容でした。この発言は市場に対して大きなインパクトを与えています。さらに NBC ニュースはクリプトディナーと呼ばれるイベントについて報じています。このイベントはトランプ陣営が仮想通貨業界の支援を集めるために開催したもので、一席あたり100万ドルという非常に高額な資金が動いたとされています。
こうした動きからわかるのは、仮想通貨がアメリカの政治の中心に近づきつつあるということです。政策の方向性が変われば、市場環境も大きく変わる可能性があるため、投資家としても注視すべきポイントと言えるでしょう。続いては、今後6ヶ月以内に起きるかもしれない仮想通貨業界の新たな動きについて紹介します。上場を目指す企業が増えているという報道です。CNBC のインタビューで暗号資産投資会社パンテラキャピタルの CEO が今後6ヶ月以内に多くの仮想通貨企業が上場する可能性があると発言しました。この発言が意味するのは暗号資産企業が従来の金融市場にも本格的に進出し始めているということになります。IPO が実現すれば新たな資金が市場に流れ込み仮想通貨業界全体の信頼性や認知度の向上にもつながる可能性があります。また、一般の投資家がこれらの企業に株式投資を通じて関わるようになるため、仮想通貨との接点がより広がることになります。こうした動きは価格の上下だけではなく、業界そのものの成長フェーズに入っていくことを示しているかもしれません。はい、ということで今日は暗号資産市場で注目すべき5つの動きを紹介しました。ビットコインは史上最高値を更新し、その背景には ETF 資金の流入や経済不安がありました。イーサリアムは2500ドルをキープしつつ、年末には6000ドルという強気な見方も出ています。リップルがサークルを買収するかもしれないという話題はステーブルコイン市場に大きな影響を与える可能性があります。トランプ陣営は仮想通貨に前向きな姿勢を見せており、政治が市場に与える影響力が今後さらに高まることが予想されます。そして複数の仮想通貨企業が IPO を検討しており、市場そのものが新たな成長フェーズに入ってきたことが分かってくると思います。これらの情報から分かるのは仮想通貨はもはや投機の対象ではなく、経済や政策、そして金融の構造そのものに影響を与える存在になっているということになります。短期的な値動きだけではなく、こうしたファンダメンタルズな視点を持つことが、これからの投資において、ますます重要になってくると感じます。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら高評価の方もよろしくお願いいたします。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。